ほら、混ざってる色が。ついてないついてない。ついてないですよ、今ペン。いきますよ。アップル。意地悪だね。皆さんこんにちは、アミティ先生です。今日は、新しい iPad 10世代目と、新しい iPad Pro をレビューしていきたいと思います。見て、こんないっぱい iPad 幸せ。まずは iPad 無印10世代目から開けていきます。めっちゃピンク。あ、すごい。iPad mini とかよりも全然ピンクですね。かわいい。青。発色が綺麗。この青いいね。黄色もかわいい。黄色。ほっ。発色が今回すごくいいですね。もうなんか、かわいい。色がすごい。はっきりって感じ。シルバーは、定番シルバーって感じ。かわいくないですか？すごい。どれがいいみんな。ちょっと見て。私ね、黄色かな。黄色か青かな。ピンクも可愛いけどね。すごい。かわいい。かわいい。どれがいい？これ？これ？はい。で、今回の Apple Pencil 10世代に対応するペンシルはですね、Apple Pencil 第1世代ということで、このお尻にキャップがついてるタイプのやつで、ここに挿して充電するタイプの Apple Pencil になります。ただ、これ今までと違うのがですね、iPad 自体のお尻がですね、こんな感じ。タイプ C になったんですね。iPad Pro とかのやつですね。iPad Pro とか、今 iPad Air もこのタイプ C になってるんですけど、新しくこのタイプ C になりました。で、この Apple Pencil 第1世代目っていうのはですね、ライトニングにしかさせないんです。なので、互換性がある Apple Pencil は第1世代なんですけれども、残念ながら、ここでですね、充電ができないという、充電にもできないし、ペアリングもできないというですね、ちょっと困った仕様になってしまってるんですけれども、それを解消するために、こちら。アダプターが必要になります。タイプ C とライトニングを接続するためのこのアダプターが必要みたいですね。で、これね、iPad 自体に入ってるんかなって思ってたんですけど、これ入ってないですね。入ってないので、別で買う必要があります、これを。ちょっと開けてみましょうね。これ。はいはいはい。なるほど。お、これ。なるほど、なるほど。これをどうすんの？あ、なるほど。ここ線いるんか。あれ？線がいるの？線？これってこと？あ、これをつなげるのか。そういうことか。マジ？これを？よいしょ。これをこうして、これをこう？それでこう？来た。来た。アクセサリーが接続されてますって出てる。何これもうなんか、こういう感じのってさ、もうなんか、何十年前の人ですかみたいな。すいません。ちょっとびっくりしてしまっておりますね。来た。ペアリング。これにつないで、これと、これは買ったやつね。新しく付属でついてないやつですね。で、この線は、もともと入っていた充電するための線ですね。これと、これがいると、ペアリングするときには。そういう感じだ。で、これ一回ペアリングさえしてしまえば大丈夫ですね。ただ充電をしないといけない。で、充電をするときはまたこれが
いるってことですよね。この前動画出した時にコメントくださった人がいて、新型無印 iPad 買った人は充電のために USB-C アダプターを使わなくても iPhone にぶっ刺せばいいんじゃないでしょうか。僕はいつもそうしてます。ウィンダム G さん。天才。これに刺せばいいんだよ。ねえ。そうですよ。充電したい時はこっちに刺せばいいんです。じゃん。あ、充電してる。すごい。これで充電すればいいんですよ。ペアリング、一番最初に、接続するときは、絶対これがいる。ただ、これで一回でも接続さえしてしまえば、あとは充電は、iPhone でしましょう。そうすると、いちいちあいつをですね、持ち歩かなくても大丈夫っていうことですね。ウィンダム G さんありがとうございます。すごく、参考になるアドバイスだと思います。これ絶対なくすよね。みんななくさんときや、これ買った人。注意しんとあかんわ。はい。次。じゃん。こちらも新しい機械ですね。マジックキーボードフォリオ。で、これは iPad 10世代用のマジックキーボードフォリオです。iPad Air や iPad Pro には使えません。分かれてる。分離型。ほう。開いた。すごい。なんか、まな板みたい。はい、なるほどね。こうするんだ。これを、ここにくっつけました。これだけでもう自立すると。これはこれだけで、このように、立ちますね。で、これに、ピチャってくっついた。押しやすい、ここのキーボードの感じも私の好きな感じ、軽い感じですね。サクサク押せる。このキーボードが必要ないときは、サクッと取れへん。意外とサクッと取れない。しっかりくっついてました。ポンって簡単に取れない仕様になってると思います。で、こんな感じで、こうやって立ててみれる。で、ペチャンもできるのね。ペチャンっていうのもできますね。お絵描き描くときに、ちょっとだけ斜めみたいな感じのしてほしいんですけど、私はね。それはできないですね。ペチャンって平置きか立てるんだったら結構な角度でしか立たせられないから、少しだけ傾斜つけてお絵描きするみたいな感じにはできないですね。ちなみにこちら、iPad Pro 12インチ用の白のキーボード。ほとんどね、変わらない。押した感じも全然変わらないです。で、重さは、重いかな。重いかな。この12インチ用のマジックキーボードの方がもちろん重いけど、でもこれも、軽くはない。軽くはないですね。しっかりしてると思います。今まで iPad 無印用のマジックキーボードっていうのがなかったんですよね。ただこれiPad 無印の10世代目しか使えないから、それ注意ですね。ちなみに言うの忘れた。iPad 10世代目は、ホームボタンがなくなってます。ホームボタンがなくなってるので、画面がですね、画面いっぱいになってるので、それも結構いいポイントかなと思います。肝心の、この iPad の中身はというとですね、チップは A14 のチップが入ってます。結構負荷強めのアプリを使っても大丈夫かなと思います。動画編集だったりとか、あとは絵描く写真とか、もうそういった普通のみんながやりそうなことはですね、全然サクサクできると思います。一つね、できないことがありました。それは、iPadOS16 に、ステージマネージャーっていう新しい機能がつくんですよ。これ私明日ね、またステージマネージャーの動画出すので、それぜひ見てほしいんですけども、画面の中でアプリ
りを移動させたりとか、サイズ小さくしたり大きくしたりとか、本当にこう、もうなんか Mac みたいな、デスクトップみたいな感じで操れるのがステージマネージャーって言うんですけれども、それに対応してる iPad っていうのが限られてるんですね。iPad 10世代のやつは、使えなかったですね。この設定のとこのマルチタスクっていうところに、ステージマネージャーにしますかみたいな項目が iPad Pro だったら出るんですけど、これが出なかったので、それ使いたい人、ステージマネージャーがどうしても使いたい人は、違う iPad を買った方がいいと思います。ちょっとせっかくなんで、負荷重めのアプリを紹介したいと思います。ノマドスカルプっていうアプリなんですけど、3D モデリングができるアプリです。こんな感じでちょっとかぼちゃのね、ハロウィン仕様のかぼちゃを作ったんですけど、立体的なのを粘土みたいな感じで作れるアプリですね。ちょっと作ってみます。ここでね、いろいろ変えれるんですけど、ウィーンってやったら出てくるんですよ。すごくないすごくないですか？めっちゃ気持ち悪いでしょ？こんな感じで。こんな感じで結構 3D でガシガシ動かしてると思うんですけど、全然遅延もないし、バグもないし、すっごいサクサク動きます。すごいですよね。これ iPad 無印でこんなにサクサクいくのは結構すごいなって思います。難しいんですよ、このアプリ。ちょっと今、すごい短時間でやってるから、うまくできないんですけど。こんな感じで、一瞬でこれぐらい作れます。もう粘土をこうやって、もりもりして、で、この原山っていうところあるんですけど、原山を押すとこう、引っ込んでいくと。引っ込んでいきますね。こんな感じで。もう本当にね、このアプリめちゃくちゃ、レイヤーとかも作れるし、いろんな変形のさせ方があってめちゃくちゃ面白いんで、ぜひね、使ってほしいんですけど。で、これはですね、iPadMate NFT を買ってくれた人が入れるコミュニティの中で、こういうアミティチャレンジみたいな感じで、3D オブジェクトを作ってみようっていうので、みんなでね、かぼちゃを今頑張って作ったりしてます。そこでね、私もみんなどうやってやってんのって聞いたりして、ノマドスカルプってこうやって使うんだみたいな感じで学びつつ、自分も作ってみんなにも作ってもらってみたいな感じでやってます。レンダリングは遅いかな？いけるかな？来た！できた。やるね、10世代。すごいできた。これちょっと書き出ししよう。プロクリエイト。来い！来た！おすごいね。これでさ、こうやって色を盛り上げると、今ちょっとやってみたんですけど、全然余裕。もう超余裕ですね。サクサクいった。素晴らしいです。すごくない？ハロウィン。ということで、次、iPad Pro やっていきたいと思います。じゃーん！ iPad Pro M2 開封していきたいと思います。これ 12.9 なんですよ。でかくて画面に収まらない。いきます。よいしょ。12.9 インチシルバーになります。見た目だったりとか、ほとんどの機能は前回の M1 の iPad Pro とあまり変わらないということで。ほい。大きいですね。ちなみに、無印ちゃん、10世代目ちゃんたちは、こんな感じです。画面も、形もカメラも今まで通り M1 のやつと同じような感じですね。11インチと12インチ、12.9 インチがあるんですけど、違いは、サイズと、あと11インチは
リクイッドレティーナディスプレイ。で、12.9 インチはリクイッドレティーナ XDR っていう、もっと画面が綺麗なのが 12.9 インチです。XDR のやつはなんかね、コントラストがすごく綺麗に出るみたいな感じかな。黒がもっと濃い黒っていうか、しっかりとした黒が出るから、すごいパキッとした感じに見えるのが XDR なんですけど、それが 12.9 インチのみっていう感じです。で、ちょっと先にスペックから話すと、ストレージが5つ種類がありますね。この感じ。私は 2TB を買いました。今まで使ってたやつが 1TB のやつ使ったんですけど、もうね、910何 GB をうろちょろしてて、あ、やばいってなってデータ消してみたいな感じのをね、ずーっと繰り返してて、もう 1TB では私は結構きつかったから 2TB を買ったんですけど、多分普通に iPad を使ってる人、まあお絵描きするぐらい、ノート取るとか、ちょっと動画編集するぐらいだったら512でも多分全然大丈夫だと思います。最低で12万4800円ですね。まあ、10万円台で、M2 の iPad Pro が買えるっていう感じですね。で、私がこの iPad Pro とか、上位の iPad Air、M1 とか、その辺をおすすめする理由は、ステージマネージャー、さっきも言ったんですけど、ステージマネージャーを使えるのがその上位モデルしかないはずなんですよ。この画面の中をですね、いろいろ動かせるってやつ。それが、私使ったんですけど、マジですごくて、もうこれ、最高ってちょっと思ったんですよ。だからこれをね、みんなにも使ってほしくて。だから、もし使えない機種を持ってる方は、iPad Pro M2 だったりとか M1 のやつを買って、ステージマネージャーに使ってほしいな。これめっちゃいいんですよ、マジで。本当に。で、この iPad Pro 何が変わったかっていうと、メインはその M2 チップになったことっていうのと、Apple Pencil Hoverっていうね、Apple Pencil を画面にタッチしないでも、ちょっとセンサーが反応して、何かしらのアクションを取ってくれるっていうのが Apple Pencil Hover なんですけど、まあその2つかな、結構大きく変わったのは。で、この M2 なんですけど、M2 がどれくらいすごいかっていうのはですね、アプリ、ちゃんたちがもう重めのアプリでもうこれ M2 でしか使えないみたいなアプリが出てきたらこの M2 の凄さが発揮されるんですけれども、今のところですね、そういうアプリはないかな。で、新しく動画編集のダヴィンチリゾルブだったりとか、あとは CG のアプリ、あとはアフィニティパブリッシャーっていうね、本とか作ったりするアプリ。結構重めの負荷がかかるアプリっていうのが、今年とかね、来年くらいかな、もうどんどん出てくるみたいなんで、それが出てきたら、私は皆さんにですね、この M2 の凄さをお見せできると思います。ただ今日はちょっとそれがですね、お伝えできないので、今日はメインにですね、Apple Pencil Hover。これをちょっと紹介したいんですけど、これね、ちょっと使ったんですけど、めっちゃすごくて見てほしいの。ちょっとメモアプリでやるね。メモアプリで絵を描いてみたいと思うんですけど、メモね、新しい機能がちょっとつきました。ウォーターカラーとかペンとか、サインペンとかね。で、このメモアプリにですね、新しくこういう水彩ブラシができたらしい。ペンだとこういうのね。今さーって書いたんですけど、見える？こうやって。見えてる？ここほら。タッチしてないです。タッチしてない。タッチしてなくて、で、タッチしたら、色が出る。で、色ホバーするとこんな感じ。ほら。ほら、見える？ほら。指ついてない。ついてないですよ。指ついてない。ついてない。いくよ。タッチ。見えへん？見えへんかな？でね、こう、普通にかざすとね、色がこう出てくるでしょ？で、この赤の上にかざすと、赤とミックスした色が、こうもう教えてくれてるんですよ。ちょっと濁った紫みたいなね。紫色になってるでしょ？こっちはブルーでしょ？で、タッチすると、本当にその色になるんですよ。だから、どんな色になるよっていうのをですね、あらかじめここで教えてくれてるんです。じゃあこれ黄色にしてみます。黄色にするとオレンジっぽくなりますね。ここやと黄色。すごくない？とこっち行きたいのよな。これ以上画面がね、下行かないんですよね。こうしたらいいか。行くでみんな。ほら。ほら。赤の方がわかりやすいか。
る色が。ついてない。ついてないですよ、今、ペン。いきますよ。これ。おー。すごい。これ、ペンですね。結構離した状態でも反応してくれますね。で、消しゴムでさ、こうやってやると、ほら、消しゴムで消すところも近づけただけでもう消してくれてるの。白い丸で。で、ここタッチしたら消える。すごくない？近づけて、どこが消えんのかなっていうのをもうここでさ、教えてくれるんですよ。じゃあ、ここの先端だけ消したいなと思ったら、これぐらいって言って消せる。すごくない？すごいよね、これ。もうだから、ワコムだよね。ワコム知ってます？皆さん。ワコムもこういう感じなんですよね。ワコムと違うのは、よりなんか直感的な感じがするかな。消しゴムまでやってくれないんじゃないかな、ワコム。すごっ。どうですか？水彩ブラシめっちゃいいですね。この iPadOS になってから多分メモアプリに水彩ブラシがついてると思うんですけど、それ使ってこの Apple Pencil ホバーでサイズをね調整しながら描くとミスがすごい少ないですね。だからイラスト描く人はすごいこれおすすめですね。この水彩ブラシね。いやーいいですね。これメモアプリでこんな感じの描けるって結構良くないですか？そう。なんか、プロクリエイトになんか近づいてきてる気がする、メモアプリが。で、これが、M2 の iPad Pro しか、この Apple Pencil Hover っていうのは使うことができないんですよね。だから、今 M1 持ってる人も、これは新しい iPad を使わないとこの機能は使えないんですよ。Apple、意地悪だね。アップル意地悪。それは意地悪ですよ。ちょっとみんな使えるようにしてあげてほしいんですけども。はい。この新しいの買った人しか Apple Pencil のホバーは使えないということで。イラストレーターさんはね、ぜひ買ってもいいんじゃないかなって思いますね、私は。それ以外の人、あんまり Apple Pencil 使わない人は、まあ M1 でも他の iPad でもね、全然いいと思うんですけど、ちょっと今回のアップデートでこの Apple Pencil Hover があることによって、やっぱりイラスト描く人には結構革命的というか、ワコムの感じが、この iPad でできるっていうのは私は結構衝撃的というか、面白いなってここまで来てるのかっていう感じがすごいしました。はい。ということで今日はこんな感じにしたいと思うんですけど、いかがだったでしょうか？人によってはね、M1 の時と全然変わらないって言ってね、いまいちだっていう人もいるかもしれないんですけど、私みたいな Apple Pencil ゴリゴリユーザーだったりとか、クリエイティブアプリめちゃめちゃ使ってますみたいな人はですね、結構よだれものの、新しい iPad Pro になったんじゃないかなと、私はそう思います。で、明日ですね、iPadOS 16が新しく出ますので、その動画も撮っております。もうね、ステージマネージャー、さっきからずっと言ってるけど、ステージマネージャーがすごいんですよ。もうだから、私はステージマネージャーだけの動画を作りました。楽しみにしておいてください。
で、あと、バッグですね。iPad バッグ25日からですね、一般公開というか、一般販売しますので、バッグ気になる人はバッグも買ってください。あとは29日 NFT ですね。iPadMate NFT 第5回目。ハロウィン仕様のハロウィンコレクション iPadMate NFT が発売されますので、それもですね、興味ある人はぜひ見てもらえると嬉しいなと思います。はい、ということで今日は以上です。いいねボタンつけてください。じゃあね。